日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。今日は時々視聴者さんたちから質問されるでっていう助詞について一緒に考えます。例えば5分話しますと5分で話しますはどう違うのか。6時に閉店しますと6時で閉店しますは同じなのか、それとも違いがあるのかっていう点ですね。普段よく使ってるでっていう助詞の意外な使い方を今日はいくつか紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。まずあなたは何種類のでを知っていますか？じゃあでの使い方で代表的なものをここで少し復習してみましょう。じゃあまずこのではどういう意味でしょうか。海で泳ぐ。これは動作の場所を表すでですね。ちなみに海で泳ぐと海を泳ぐの違いは何でしょうか。それについてはこちらの動画で説明していますので、まだの方はご覧ください。概要欄に貼っておきますね。じゃあ動作の場所以外の使い方はどうでしょうか。これはどうですか？スマホで写真を撮る。これは手段を表すでですね。スマホで写真を撮るっていうと、これはスマホが写真を撮るための道具だっていうことになります。この手段はこういう場合にも使われます。バスで行く。こんな風に交通手段を表すこともありますし、もっと抽象的な方法を表すこともあるんです。例えばギャンブルでお金を稼ぐなどのでがそうですね。じゃあ手段以外にはこのようなではどんな意味でしょうか。先日の地震で100人以上の怪我人が出た。このでは原因を表すでですね。このように簡単に挙げただけでもかなりいろいろな種類のでがあることが分かりますが、今挙げたのは割と一般的なでの使い方です。じゃあ今日考えるでの使い方です。じゃあまずこの2つはどう違うか考えましょう。5分話しますと5分で話します。これはどう違いますか？5分話しますは5分間ずっと話すっていう意味ですね。この場合特にこの5分が長いとか短いという意味はありません。ただ単純に5分間話すっていう意味です。でも5分で話しますはどうでしょうか。このでは時間の範囲を表すでですね。つまり時間の範囲を5分に決めて5分以内に話し終えるっていう意味です。このように期間の後ろにでをつけた場合、この期間の長さは長い感じがすると思いますか？それとも短い感じがしますか？答えは短い感じがするですね。ですから5分でっていうとたった5分で5分だけでっていう意味になります。5分以内で終わるのですごく早いっていう意味ですね。じゃあ同じような例を見てみましょう。これはどうですか？本を30分読むと本を30分で読む。上の30分読むはただ30分間読書をするっていう意味ですね。その時間が長いとか短いっていう意味はありません。でも30分で読むっていうと一冊の本をたった30分で読み終える、読むのがすごく早いっていう意味なんですね。じゃあここまでの例文ではでの前に5分とか30分などの期間が入っていましたけど、この部分に時点が入る場合はどうでしょうか。例えば本日は6時に閉店しますと本日は6時で閉店します。これはどう違うと思いますか？多分日本語初級の教科書で皆さん習ったかもしれませんが、6時とか6月など具体的な時点の後ろに
にをつけてから動詞を続けるっていう文法を習ったことがあると思います。例えば、私は毎日7時に起きますとか、この店は先月10日にオープンしました。このように時刻とか日付などの具体的な時点の後ろにはにをつけてから動詞を続けるっていうことを皆さん習ったかもしれませんね。じゃあ本日は6時で閉店します。これはどうでしょうか。これは時点を限定する例なんです。6時に閉店するっていう時は特に6時っていうのが早いとか遅いとかを強調しているわけではありません。でも6時で閉店するっていうと、これ以上はもう営業しませんよ、6時になったら閉店しますよっていう時間の限定の意味があるんです。ですからそれを聞いた人はもしかすると、いつもより早いな、じゃあ今日は早めにお店に行かなくちゃっていう気持ちになるかもしれませんね。はい、ここまではでの前に期間とか時点が入る文を紹介しましたけど、それ以外にも数量的な範囲、数ですね、数の範囲が入ることもあるんです。例えばこんな文はどうですか。この料理は卵3つで作れる。こういうと卵3つだけあればこの料理が作れるという意味なので、での後ろにある状態が成立するために必要なのは卵3つだけだっていう意味になります。じゃあこんな文はどうでしょうか。申し込みは先着10名様で締め切ります。これも10名以上はダメですよ。申し込んだ人が10人になったらもう締め切りますよっていう意味ですね。今のようなでっていう言葉を聞いた人は、卵3つだけとは少なくていいなとか、10人しか申し込めないなら急がなくっちゃという何らかの気持ちを持つことになるんですね。ではこれ以外にもでの使い方がまだあると思いますか。実はもっとたくさんありますが、最後にそのうちの2つだけご紹介します。多分皆さんも使ったことがある文法で、3つ以上のものを比較するときにこんな言い方をしますね。私は季節の中で秋が一番好きですとか、富士山は日本で一番高い山ですとか、インドは世界で一番人口が多いなどですね。このようにあるものがある範囲で一番どうだっていう時には、何々でとか何々の中でっていう言葉を使います。この使い方は文法的には評価の領域のでと呼ばれていますね。じゃあもう一つはすごく特別な使い方です。こんな感じですね。家族で旅行に行きましたか。いいえ、一人で行きました。その件はこちらで処理しておきます。荷物は自分で持ってください。これらのではどんなでだと思いますか。今日考えたでは多かれ少なかれ範囲とか領域と関係がありましたね。実はこれらの文もそれと関係があって、動作を行う主体の範囲っていう意味があるんです。例えば家族で旅行に行くっていうのは、家族という範囲で旅行に行くのであって、それ以外の人はメンバーに入っていないっていうことですね。またこちらで処理するっていうのは、多分ある会社のある部署のことを言っていて、その範囲の中で処理するっていうことですね。そして特別なのは、これらの動作をする主体がでの前にあるっていうことなんです。皆さん主体とか主格って言えばがっていう助詞をまず思い浮かべるかもしれませんけど、で主体を表すことも時々あるっていうことをぜひ覚えておいてください。はい、わかりましたか。こんな風に
日本語の微妙な違いについていろいろな動画をシェアしています。見逃したくない方はチャンネル登録をお勧めいたします。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。